皆さんお久しぶりです。トラベルビデオグラファーのシュウケイです。今ですね、7月末ということで、東京はですね、連日30度以上の猛暑が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、前回の動画でも少し触れたんですけれども、7月16日にですね、いよいよグランドオープンを迎えました、京都の日帰り観光施設の京都ワンドの動画制作のですね、裏側についてお話ししたいと思います。実はですね、約1週間前に京都ワンドのですね、公式 YouTube チャンネルの方で、合計4本の動画を公開させていただきまして、まだご覧いただいてない方はですね、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、今回はですね、そちらの動画制作の裏側についてお届けします。今回のですね、動画を撮っている理由は大きく2つありまして、1つ目はですね、本編では伝えきれなかった京都ワンドの素晴らしさを伝えたいというところです。コンセプトもですね、サービスもすごい素晴らしい場所なので、少しでもですね、多くの方々に京都ワンドを訪れてほしいなと思っております。2つ目はですね、映像制作に興味がある方々にですね、撮影の裏側を公開することで、少しでもですね、参考になる部分があったらいいなと思って、今回は出し惜しみなく裏側だったりとか、僕の作ったこだわりとかをですね、共有させていただきたいなと思っております。まずですね、改めまして京都ワンドがどういう場所なのかというところをですね、ご説明します。コンセプトとしては時間制の街中ラウンジで、清水寺とか祇園とか、かなり人気な観光地の最寄り駅の清水五条から徒歩5分と、かなりアクセスのいい場所にあります。サービス内容はですね、ざっくり言うと基本的には全てのプランでアルコール以外のドリンクが飲み放題かつカウンターにある美味しいパンやスナックが食べ放題で、手荷物が預けられたりとかシャワーやパウダールームが使えるという感じです。基本的にドリンクやフードは全て受付で渡される iPhone でのモバイルオーダーとなっています。で今回ですね、撮影の合間にですね、ご飯とかドリンクをごちそうになったんですけども、正直めちゃくちゃ味のクオリティが高いです。コーヒーも一般的なドリップコーヒーじゃなくてフレンチプレスを使ったコーヒーだったりとか、オーナーさんのオリジナルのスパイスを使ったカレーだったりとか、すごく個性的で美味しいメニューがですね、たくさんあります。カウンターにあるパンも本当に美味しいです。この価格で大丈夫なのかなっていう、本当に破格なんじゃないかと思うぐらいお得なので、ぜひ皆さんにも遊びに行っていただきたいなと思っております。ちなみに京都ワンドはオーナーの竹本さんがご自身をペルソナとして作られた場所だそうです。竹本さん自身結構トライアスロンとかマラソンとかトライルランとかすごいスポーツがお好きな方で、そんな竹本さん曰く京都にはですね、手荷物を預けてトレランやランニングに行った後にシャワーを浴びてクオリティの高いご飯だとかお酒を飲める場所っていうのがあまりなくて、スポーツツーリズムというんですけど、そういったスポーツと観光をセットで楽しみたいという方々向けの場所を作りたいというところもあり、今回のプロジェクトですね、結構何年もかけて計画実現された場所だそうです。今回の動画の制作なんですけど、2月ぐらいからお話をいただきまして、3月5月ですね、ほぼ毎週打ち合わせをさせていただいて、まず動画制作の目的、ターゲット、ストーリー、そして撮影当日のですね、細かい動き方などをですね、すり合わせさせていただきました。そのテーマに沿って作った3本のストーリーが、1つ目が京都一周トレイル編、2つ目がのんびりしながら待ち合わせ編、3つ目が一人旅編という3本仕立てでございます。1と2はですね、実はストーリーがつながってまして、夫、妻それぞれの目線からですね、同じ一日を過ごす中でそれぞれがですね、自分の時間を楽しみながら最後には2人で仲良く合流して京都観光を楽しむと、2つの作品がセットで成り立つという構成で作らせていただきました。すれ違いがちな夫婦がですね、京都ワンドをきっかけにそれぞれが使いたい時間と2人だからこそ過ごせる時間をですね、つなぐ舞台として物語が展開していきます。一人旅編なんですけど、少し悩めるビジネスマンがですね、京都ワンドの開放的で温かみのある空間の中でですね、美味しいご飯を食べたりとか、神社仏閣巡りとか鴨川ランとか読書をしたり気分転換をするという中で、解決の糸口を見つけていくと、京都ワンドを中心に物語が展開していきます。ちなみに1本目に出てくる京都一周トレイルについて、僕自身も今回の依頼をいただくまでは知らなかったんですけれども、京都府内に実はいろんなトレイルコースがあるらしくて、トレイルランとかハイキングを楽しみながら有名な神社仏閣を巡ると、かなり知る人ぞ知るトレイルコースらしいです。残念ながらですね、時間の都合上完全なルートの再現はできなかったんですけれども、清水山の展望台からですね、京都市街を見渡す京都一周トレイルの醍醐味の一つをですね、制作に取り入れさせていただきました。今回の制作においてですね、難しかったポイントはですね、3つございます。1つ目はですね、フィクションのストーリーを作る難しさというところで、僕自身これまで Vlog とかドキュメンタリーとか結構リアルの記録をすることがメインだったんですけど、短編映画のようにですね、シナリオを作るというところは結構新鮮で少し難しかった点だなと思います。
基本的なですね3幕構成を使って設定展開解決の流れをですねしっかり設計して作り込みました。お店もですねまだオープンする前の段階でサービス内容やルールも組み立てていく途中だったので、辻褄が合うようにですねすり合わせていくのも難しかったポイントです。今回の制作はですね結構プランニングが8割以上ですね重要だったなというところです。2つ目はですね結構スケジュールがタイトだったというところで2名のモデルさんを用意させていただいたんですけれども、撮影日数にも制限があったので3本のストーリーをですね丸2日で撮り切るというかなりタイトなスケジュールでした。交番表をですね細かく作りまして、夫婦編のところで最後夕日のシーンがあるんですけど、そこまでにはですね確実に時間を間に合わせなきゃいけないと、スケジュールを押さないようにですね撮り切るのが大変だったなというところです。なのでなるべく事前に撮るカットをしっかり決めて、シーンごとにある程度のショットリストを作って、あとは現場で臨機応変に対応していったという感じです。で3つ目はですね、ワンマン撮影で、かつ機動力が必要だったというところですね。今回ですねかなりカット数を、稼ぐ必要がありまして、結構大掛かりな撮影ができない狭いところでですねリグを組んだ S1 で手持ちで撮って、ジンバルが三脚代わりにもできるんで S5 とジンバルの組み合わせメインで撮ったという感じです。レンズはですねほぼほぼ 24mm と 85mm の F1.8 のレンズ2本で撮りまして、レンズ交換の手間がないように2本で撮り切ったという感じです。それではですね今回の撮影裏をご覧ください。さすがにですね全シーンはですね撮りきれなかったので部分にはなってしまうんですけれども、こんな感じで映像が出来上がるんだなっていうところですね楽しみながらご覧いただけると嬉しいです。あとはですね僕以上にですね経験豊富な方がもし見ていらっしゃったら遠慮なくですねコメントでアドバイスしていただけると今後の映像制作にですね役立たせることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは動画をご覧ください。どうぞ。じゃじゃーん。じゃじゃん。お荷物ですね。おお、めちゃくちゃ綺麗だよ。これは映えですね。映えですね。これは。よかったここにして。なんと外にはテラス席が。マジすごくない？ここに普通にさワーケーションしたよ。今日はですね、金曜なんですけど普通に会社員の仕事を終えて。はるばるですね東京から京都にやってきました。明日から2日間ですね京都ワンドがどういう風に使われるかっていう、想定シチュエーションをですね撮影します。朝6時45分にですねここに皆さん集まってもらって早朝のシーンを撮るという感じです。ハードなスケジュールなんですけどみんなでですね撮影を楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。はい、OK です。じゃあ行きます。はい。出てきました。出てきました。正吉。しゃあないですね。カメラを皆さんに仕掛けてます。もうちょっと。じゃあ行こうか。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。めっちゃ理想な感じで締めになりそうですか？締めになりそうです。ああ、いいですね。良かったです。
そら焦るさ焦るか。へえ。はい、いつでも OK です。おー。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まだですね、本編をご覧いただいてない方は、ぜひ概要欄の方からですね、本編をご覧いただけると嬉しいです。もうすでにですね、見てくださった方々も、今回の撮影裏のですね、動画を見た後に本編を見ていただけると、また違う楽しみ方ができるんじゃないかなと思いますので、何回もですね、見て楽しんでいただけたらいいなと思ってます。公開したばかりでまだまだ再生回数は少ないんですけど、これから数年単位で京都ワンドを利用される方々が楽しめる動画になっていったらいいなと願っております。最後にですね、今回全面的に制作の協力をしていただいた竹本さん、松村さんをはじめ京都ワンドの皆様、そして素敵な機会をくださったステイウェイの佐藤さん、スチルなどですね、クリエイティブ面をサポートしてくださった北部さん、猛暑の中、僕の細かいこだわりに付き合ってくださったモデルのヨッシーさん、はるかさん、本当にありがとうございました。こうやって映像制作を通じてですね、いろんな方々と関わらせていただけるのは改めて素晴らしいことだなと思いました。こういう貴重な機会や体験をですね、引き続き視聴者の皆様にも共有していけたらいいなと思っております。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。